ペンネーム吉蔵さん、60代の男性からいただいた質問です。私は仏教、心理学、自己啓発などの本を読むのが好きなのですが、自分がまず幸せにならなければならない。でないと他者を助けたり幸せにすることはできないという本もあれば、自分のことは後回しで先に人を助けなさいと説いている本もあります。一体どちらが正しいのでしょうか。自利利他という言葉があります。自分を利する、そしてまた他を利する。吉蔵さんのご質問、自分がまず幸せにならなければならない。自分のことは置いておいて、他の人をまず幸せにしなければならない。これはどちらも間違っていて、どちらも正しい。吉蔵さんが自己啓発、それから心理学、仏教の本、いろいろ読んでいるときに、その著者の方がおっしゃりたいこと、その本の中に書いてあること、それを断片的に捉えると、必ず物事の一つの面しか見えなくなります。自利、自分を利するということ、そして利他、他を利するということ、これは別々のことではなくて、そしてまた全く一緒でもないんです。どういうことかというと、私たちが本当に幸せということを考えたときに、本当に幸せであるということを考えたときに、どうですか？吉蔵さん、ご自分に吉蔵さんに家族があるとしてね、吉蔵さん自身は体の調子もいい、そしてお仕事の調子もいい、いろんなことを自分が自分個人で考えたときにね、とても今はいい状態であると。ただもし吉蔵さんに奥様があるとして、奥様ががんで入院しているとか、子供が交通事故に遭ってしまったとか、家族の中だけでもね、自分の幸せというものが自分の家族の幸せと密接に結びついていることがわかると思います。人間は自分一人で生きているわけではないので、自分一人だけの幸せということがありえないんです。吉蔵さんの自身の問題は何かと言ったら、吉蔵さんの中で自分と他人が分かれている。自分のこと、人のこと、そこに区別があるんです。あって当然なんですね。あって当然なんです。けれども、仏教でいうところの自利利他というのは、自分とか他人ということの区別すら超えている話なんです。でね、なんとなく分かったようで分からないという感覚に陥ると思いますが、吉蔵さんへの処方箋をここでもお話しします。で、それは何かと言ったら、自分の幸せを考える、他人の幸せを考える、どっちを優先すべきでもなく、どっちも優先すべきなんです。それはじゃあどうやって優先していくか。簡単なことです。みんな簡単な問題をね、非常に難しく考えてしまう。自分の幸せを優先する。他人の幸せを優先する。それは同時にできるんです。どうやってやるか。例えば、吉蔵さんが公園に行って、
天気のいい日に公園のベンチに座っていた。そしたらその公園に子供たちが集まってきて野球をやり始めた。で、子供たちがそれをね、吉田さんが眺めてたら、バッターになった子がバーンって打ったボールが吉田さんの方に飛んできて、吉田さんの顔に当たりそうになった。で、吉田さんどうしますか？はっって避けるでしょ。手を出したり体をずらしたり、そうやってボールが飛んできたものが自分に当たらないように避けるはずです。それが自分の幸せを考えるということです。一方で、事なきを得て、その後またね、子供たちの野球を眺めていたら、そしたらヒットを打った子がね、バーッと走っていって、で塁に出るかと思ったら、小さな子供がね、喜んで塁に出ていったらバーッと走っていって、でもものすごいスピードでつまずいて、そしてザーッともうひっくり返ってね、顔から何からもうすりむいて、砂場でね、下はコンクリートでありませんけれども、小さな子供ですから、それでもう大泣きしてワン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 で、遠目から見てもね、顔から出血があって、子供たちも集まって「おお、どうしたらいい」っていう状態で、その時に吉野さん行ってね、これはいかんとって言って、その子のお母さんの電話番号を聞いて電話をしたり、あるいはひょっとしたら転んだ時に骨折でもしているような様子だったら救急車を呼んだり、自分の子供ではないけれどもやりませんかね。私ならそうします。子供たちだけで公園で遊んでいて、その中の一人の子が怪我をしたり、もうすぐ処置が必要なようなことがあった場合に、吉蔵さんはそれ自分の子供ではない、関係ないと言って助けませんかね。それが他人の幸せを優先するということです。私たちは生きていれば、私自身が食うに困ることもある。私自身が危ないこともある。私自身が危険を避けたいこともある。その時に自分の幸せを考えて、自分を守るために行動する。その時には自分のことしか考えてないと思います。じゃあそれが悪いかって言ったら、立派なことです。当然のことです。で、また同じように別のタイミングにおいてね、他人が苦しんでいることがある。その時に自分の心が動かされた。そしたらその時に動けばいい。人生にはいろいろなタイミングがありますね。そのタイミングに合わせて自分を助けなければいけない時もある。他人を助けたい時もある。その時に自分とか他人とかって区別はないでしょ。で、もうちょっと違う例を挙げます。例えば、母が自分の子供を育てるとき、この時にこの自分と他、自と他というもののこの違いにね、すごく大きく直面をします。母は子を宿したら、その瞬間から自分の子供を守るという本能が働きます。自分の子供は自分と一体になるということが起きるんです。ですから自分の付き合って結婚した旦那さんすら時には敵として見る。それぐらい母というのは自分に子供ができた時に自分と他、これはこの子だと、これは私だっていうものの区別がなくなっていくんです。だから必死になって母というのは自分の子供を自分の命と引き換えにしてでも守ろうとしますよね。この素晴らしき瞬間というのを女の人はやっぱり体験するわけですよね。だけれどもこれも真理であり正解であり、そのようにして母が自分と自分の子供に区別をつけずに自分のことと同じようにして自分の子供を育てるということをしなければ子供は育たない。
けれどもね、母がその小さき時に子供を母がそのようにしてもう 100% 自分がその子を守るという姿勢で守るという状態がなければその子は育たない。けれども母がそのままこの自分と子供が一体であるというこの区別がないという状態を続けていくと、今度どうなるかというと、自分と子供、子供と母でこの二人しか見えなくなってしまうんです。でその他いろいろな人たちとの関わりの中で生きているにもかかわらず、自分の子供と自分しか見えなくなってしまう。自分の家族しか見えなくなってしまう。これが戦争を引き起こすんです。そうでしょう。自分の国さえ良ければいい。自分のことさえ良ければいい。他の人が苦しんでいてもそれは関係ない。でもそれって本当にそうでしょうか。私たちが普段何気なく生活をしているスーパーに行けばいろんなものが手に入る、食べ物が手に入る。でもどうですか、農家さんが大飢饉に見舞われてね、作物が取れないってなったら私たちスーパーに行っても物を買うことができないんですよ。狂牛病が流行ったり、豚のコレラが流行ったりして、そして動物たちがバタバタ倒れていけばスーパーに行ったってお肉を手にすることができないわけですよ。そうやって実は私たちは私たちの家族とか私とか自分だけで生きていくことはできない大勢の人とか物とか関わりの中で生きている。でそれらがみんな円滑に幸せな状態であるときに初めて私たちは幸せな生活を享受することができる。このバランスの中においてね、自分を守らなければいけない時もある。でも自分を差し置いてでも他を助けなければいけないことがある。自分が元気で自分に余裕があったら他を助けたらいい。でも自分が食うに困っている。自分がもう本当にどうしていいかわからないというこのギリギリの時においてね、他人を助けることっていうのはできない。だからいろいろなものの本の中でね、そういうふうにしていろいろな一つの例を挙げている。でもそれを極端に捉えてはいけないっていうことです。他を差し置いてでも自分を助けなさい。それが正しい。そうしなければ自分が生きていくことはできないというタイミングがある。また自分のことを差し置いてでも他人を助けなければいけないというタイミングもある。でこれが人生の中でね、交代に出てくるわけですよ。でその都度都度、これは自分か、これは他人の、これは自分の生活、これは他人の生活、関係ないでしょう。その時々判断をして自分ができる精一杯の行動を起こして自分を助け、他人を助け、そこに自他の区別を置かないっていうこと、この柔軟な姿勢というものが自利利他です。ですからどうか吉蔵さんね、いろいろなものの本を読むっていうことはとても素晴らしいことです。でももっともう60代にもなられているんですから、吉蔵さんもこれまでの自分の人生の経験があると思いますね。いろいろなお仕事もされてきたり、いろいろな勉強もされてきたと思います。でその自分の持てる知識とか経験というものを総動員してね、どっちが正しいんでしょうかではなくて、その時々自分が自分を助けなければいけない時にはそれを最優先して自分を助けてください。そして自分が他人を助けなければいけないって感じた時には自分のことを差し置いて 100% 自己犠牲においてね、他人を助けてみてください。その自分を助け他人を助けということのできる範囲がより大きな動員できる力、お金であったり権力であったり立場であったり物であったり、それをより持っている人はより大きなことが助けられるかもしれません。
けれどもそれは事の大きさ、小さい大きいではないんですね。自分がその都度都度でできること、それを今自分が持っているものの中で最大限に発揮して、そして自利他していく。そこに迷いはないし区別はないということです。少なくとも私はそうしています。自分を優先すべきか他人を優先すべきか、その時々に合わせて自分のことしか考えない時もある。だけれども他の人のことしか考えない時もある。そのようなあり方以外私たちにはできないわけです。けれどもそれを実際にどっちが正しいんですかって迷い続けることはやめてください。自利も利他も実践であって観念ではないんです。ぜひね、ご自分の持てる力で自分を助ける、そして他人を助ける、そう生きていけば今私が話していることの意味が分かるようになってきます。自利をし利他をしていくと、それが自分の周りを幸せにしていくというところへ必ずつながってきます。ですからどうぞこの自分他人、この区別をつけることなくね、自分を助けるべき時、他人を助けるべき時、その都度都度精一杯の幸せを願って行動を起こしていく。それが仏教者のあり方、そう思って私は生きています。お答えになりましたでしょうか。